はい、ということで皆さん、明けましておめでとうございます。仕様が変わってから、初めての、イーフトのね、フォメ解説の動画になるかなと思うんですが、ここまでの道のりはだいぶ長かったんですけども、とりあえずですね、なんか勝てる、なんかおもろいフォメを見つけたので、今回はね、ちょっと2本立てというか、試合の動画もこの後流しますけども、とりあえず、フォメ解説の方をさせていただきたいなと思います。で、今回の、動画に関して、このフォメに関しての一番の特徴的なものは、センターバックが一人しかいなくて、結局のその左と右のサイドバックっていう形でフォメを作りました。で、思ったほどね、その、ガラガラにならないです。あの、そのセンターバックが3バックではなくて、センターバックを1枚しか使わず、両方をサイドバックにするっていう形にしたんですけど、言うほどそんなに中がガラガラにはならないかなって感じです。で、3トップまでは相手にしてるんですけど、相手に4トップが来たらさすがにちょっとマルディーニを下ろさざるを得ないのかなっていう感じはちょっと出てますけども、それもやってみないとわかんないかな。意外とうまくいったりするからなんとも言えないとこなんですけど、明らかに前線の枚数と後ろの枚数が足らないんで、不利にはなるとは思うんですが、とりあえずは、そんな感じです。で、一応こういうフォメにした一番のきっかけはですね、最初に、ポゼッションとサイドアタックっていうのをやると、基本的に、サイドの選手って開くんですよ。ウィングもめっちゃ開く、サイドバックもめっちゃ開く、サイドミッドフィルダーもめっちゃ開く。で、3バック、前の人数を多く使いたいけど、そのサイドバックっていうか、サイドアタックポゼッションのサイドの選手のその有利な状況を作りたいっていうので、試しに、センターバック3枚をサイドバック2枚とセンターバックにしてみたのがきっかけ。で、結局、ポゼッションもサイドアタックも、なんかしっくりこなくて、なんでしっくりこなかったのかっていうのは正直このゲームやってる人からしたらわかると思うんですけど、正直わかんないんですよ。ただなんか勝てない、楽しくないっていう。やっぱり一つは、そのウィングコレルがめちゃくちゃ開いちゃって、仕上げの部分に参加しないことが多いっていうのが一番俺の中でつまらないポイントなんですね。で、いろんなフォメありますけども、一応クロスゲーのやってる人とかの、ライブ配信も見たりはしますが、今のところコレルを左ウィングで使ってるのは俺だけということなんで、もちろん使ってる人いるかもしれないけど、ただ俺はちょっと見たことないので、あれなんですけど、だからそういう意味ではやっぱり左ウィングにコレルを使いたいっていうのがやっぱり俺の中であるんですね。で、そうすると、サイドアタックとポゼッションはなしになっちゃうんですよ。理由はさっきも言いましたけども、やっぱり仕上げの部分にコレルがいないことが多いので、コレルもそこまですげえスピードがあるわけでもないので、微妙な感じになるっていうのがあるから、で、ショートカウンターだと前に出すぎる、ロングカウンターだと後ろに出すぎるとか、いろいろあるんですけど、なんかロングボールが一番しっくりきて、今ロングボールでやってます。で、一番皆さんが懸念してる部分というかあるんですけど、一個攻撃的にするんですよ、俺。ロングボールで戦術を一個攻撃的にするんですけども、攻撃的にしたらサイドバック上がってきて、後ろガラガラになるんじゃねえのっていうのが一応あるんですけど、一応なんとか大丈夫です。で、守備的サイドバックなのもあって、上がってはくるけど、時間は遅いので、意外と俺ってもうロングボールを前に蹴って、落としてっていう感じの組み立てをよくするんですよ。で、そうすると、めちゃくちゃ時間が早いので、サイドバックとかそこら辺は上がりきらないで相手にボール渡ったりとか出たりするんですね。だからほとんど崩れない。
形になります。で、一応その時間がかかってどう崩そうかなっていう時に、ちょうどいい感じで、サイドバックが上がってきます。だからすげえ助かるっちゃ助かる。まあその分ね、そこ疲れたらピンチになるだろうっていう話なんですけど、まあピンチになるのはわかるんですけど、ただそこのリスクを取らずして攻撃って楽しくならないので、このゲーム。テクニックがない限りは。そんなにやっぱりボールをこねるテクニックがなかったりとかってなると、やっぱりね、前に行く人数っていうのは結構必要になるかなと思うので、そうすると、まあね、ちょうどいい上がりになるかなって。まあ今のところそんなすげえピンチにもなってないんだよね。まあそれがすげえピンチになって毎回失点して、もうやってらんねえよぐらいな、展開になったらちょっと次の手を考えますけれども、まあ今のところはそういうやばいぐらいの失点っていうのはないので、まあ一応いいかなっていうことでこれでやってます。まあ相手が猛者になったりとかレベル上がったらね、またなんかね、苦しくなってつまんねえとかなるかもしんないけど、まあ今のところは、この方面で結構勝ててはいますので、まあこの方面でちょっとやっていこうかなと思っております。で、一応サブ戦術に、こういうフォメを仕込んでまして、このフォメの一番のサブのポイントは、みんな知ってるかわからないですが、マンマークって2箇所つけれるんですよ。だから、例えば、サブで、そのベッカムを右、ロベカルを左ってやった場合に、そうすると、ベッカムにマンマークした場合、ロベカルにマンマークして終わりなんですよ。手詰まりになっちゃうんですよ。だから、あえて俊介を、そのオフェンシブをつけた俊介を右サイドにさせとく。ということによって、その俊介がマンマークつけれないんですね、相手からしたら。例えば、これでじゃあこういうフォメになりました。じゃあ、俊介とロベカルにマンマークつけますって言ったら、ベッカムが余るんですよ。で、そうすると、ベッカムが余った時にこれをやると、またベッカムがフリーになるっていう、一応まあそういう感じのフォメ。まあ今のところ、マンマークつけてそうな相手と当たってないので、まあなんともまだ発動させてませんけども、まあどうなるかわかんないけど、まあ一応そういうマンマーク対策は取ってます。で、ロベカルはこれ薄適正だから、ロベカルはこれ薄適正だから、まあ92っていう風になっちゃってるんだけど、まあそれはそれでもうしょうがないかなってちょっと諦めてはいます、実際。まあどうしようもないよねっていう、そう。センターミッドフィルダーができて、センターミッドフィルダーで2枚使っちゃってて、まあウィングに1枚使うとセンターミッドフィルダーが薄くなるんですよ。で、その、センターミッドフィルダーを薄くしてウィングにすると、まあマンマークする人の方が少ないと思うので、このゲーム、個人的な手応えとして。そうすると、センターミッドフィルダーで使う時の方が多いので、だからまあそう考えたら、まあこういう感じになるんかなとは思います。で、一応今回のガチャの、ロベカルも取ったんですが、まあ、あれは左サイドバックで、センターミッドフィルダーができないためにちょっと使えないです。まあ、強いは強いんですけど、まあただね、どっかでまたね、左サイドバックみたいなフォメをやる可能性もあるので、まあ一応ね、ありがたく取ってはいますが、80連ぐらいしてかな。80連ぐらいして、まあ、バレージとロベカル、いや、もういいかなと思ってるね。どんなに強い選手とっても11人しかこの試合出せないんですよ。交代枠も含めたら15人しか出せないんですよ。だから、それ以上選手とってもしゃあないんですよね。で、俺は好きで俊介とコレルを使っちゃってるんで、ここだけで、2枠使っちゃうわけですよ。だから、そうすると、新たに強い選手、俊介以上に強い選手もちろんいっぱいいると思いますけども、そういう選手を取ったとて、試合に出せなかったら意味がないんですね。だから、取りたい気持ちはあるけど、かといってそこまでの価値があるのかっていうのは何とも不透明なところかなとは、個人的に思って今、踏みとどまってる最中でございます。で、一応まあ、新コレルさんですね。ボックスストライカーコレル。まあ、ボックスストライカーで、
あるせいで、ウイングコレルじゃねえわ、ターゲットマンのコレル食わせられないんですけども、まあ一応今のところですね、57試合で111ゴール17アシストと。まあけど相手が相手だからっていうのは結構でかいとは思うんですけど、そのね、下の方のランクになると、ガチスカというか、やっぱハイライトが多かったりとか、習慣が多かったりとか、まあまたまたノーマルスタンダードだったりが多かったりっていうのがあるので、まあそこで取れてるっていう部分もでかいとは思うんですけども、まあ一応1試合に2得点は取れてないかなぐらいか。は一応取ってるって形ですね。で、一応ですね、フリットは今いないんですけども、いるかな、サブにいたっけ、サブにいるか。で、このフリットを取りたいがために引いたガチャで、イブラヒモビッチが、早い段階で当たってっていうのがあったんですけども、去年のガチャ、2025年の、ガチャでですね、一番取って、良かった。良かったというか、一番意外だった。こっちは別に期待してないけど、めちゃめちゃ強いじゃん、お前っていう選手は、間違いなくイブラヒモビッチです。まあ、来れるほど、やっぱひいきはしないので、来れるほど点は取ってませんが、まあ、61試合66得点と。で、結構ベンチに長い間いたので、出場試合だけ増えてゴールがゼロな時って結構イブラ長かったと思うんですけども、まあそこから一応1試合に1ゴール以上の得点を取るとこまで、点を取っているっていう時点で、もうフリット以上の、大発見という形です。あれはバレットフリットが欲しくて引いたんですけど、ただその途中で早い段階で出てたイブラを今使ってるっていうこの、なんつうのかな。自分は期待してなかったけど、ちょっと使ってみたらめちゃめちゃ強いみたいな。そういう感じの選手ですね。まあ、取ってよかったです、実際。フリートガチャ引いてよかったなと思います。で、ベッカムさんはですね、ちょっとね、いろいろお試し多くて、センターミッドフィルダーで使ってみたり、オフェンシブミッドフィルダーで使ってみたり、今、マルディーニこのね、右ミッドフィルダーやらせてるんですけど、マルディーニにサイドをやらせるっていうのをちょっとハマってるところもあったんで、ベッカムのアシストっていうのは今そんなに多くないんですよね。マルディーニ最近ちょっとアシスト増えてるのはそれのせいですね。オフェンシブつけて、サイドを駆け上がらせてるから、ちょっとアシストが増えてありますが、まあまだ全然ね、大したアシストではないですけど、ただウィングでベッカムこのまま使っていけば、まあいずれ、出場試合数とアシストが並んで抜くタイミングはいずれ来るかなとは思っております。まあ、オム付けしてサイドバックつけてもいいけど、まあそんなにね、ポジトレも言うほど余ってないんで使いづらいんですよね。だから新しいその鬼味だなんだっていうウイングにちょっと手をつけづらいっていうのは実際のところあるんですよね。で、一応ビエラはセンターバックできるようにはしてあるので、まあサリバが調子悪かったりしたら一応ビエラっていう卓になるかなとは思いますね。で、ロドリとその結局、ロドリが調子悪かったら、今いないな。まあ、エイジ・ミルソンがいるので、ロドリが調子悪かったらエイジ・ミルソン。で、サリバが調子悪かったらビエラを出すような感じのスカットになっていくかなと思います。ということでですね、まあちょっと久々の動画というか、あれだったんで、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、一応まあこんな感じで、褒め解説とさせていただいて、で、試合の動画、この後流させていただきます。で、結構ね、まだディビオンっていう段階だから、あれなんですけど、褒め変えてこんな成績になってます。相手もそんなね、変な話だけど、元2とか元3とかがいるわけでもなく、4だったり5だったりっていう人が多いんですけども、けど、とりあえず勝ってはいるので、間違いなく、やれない褒めではないという感じにはなってますので、一応ね、そこら辺のところを、いやー、4連勝か、4連勝なんて俺初めてじゃねえか。資料変わってから
すげえな、おい。まあ、いいか。で、とりあえず、どうしようかなと思うんですけど、まあ、1対9の方ですかね。まあ、1対9の方、1対9の方の、試合の動画、この後流しますので、そちらの方でもしよろしければ楽しんでいただければなと思います。ということでですね、2026年も今日元旦ですがスタートいたしまして、今年もね、いいフットとともに、このチャンネルをね、どうぞよろしくお願いいたします。まあ配信しろよっていうことなんですけども、まあちょっと配信するかどうかいろんな事情でちょっと怪しいところはありますが、まあ一応ね、する方向でもちろん動いてはいきますので、もしね、やってるタイミングがありましたら、皆様もし来ていただければ幸いでございます。ということで、試合の動画をご覧ください。どうぞ。Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, if you did just miss it, we are up and running already. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. In with the challenge. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Cross deflected behind for a corner. Well, height could make all the difference on these set pieces. He gets big. Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And he's intervened well there. Can he get on the end of this? It's a promising position. Beckham with the cross. There's the shot! Goal! Borussia Dortmund! And it's Borussia Dortmund who take the lead. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, my sympathies go to the keeper. Has a shot! Oh, it's come off the upright. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Now that looks a decent ball. Pings in across. Diving header! Elise is always playing with one eye on the spectacular. Elise, he's shifting through the gears here. Foden. And he welcomes it in. And it's hoisted clear. Not the most accurate pass. And they're quick to get it back. Nicely spread. Now it's Beckham. Threads one in. Howson gets over and intercepts. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And a chance! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught napping.
There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Kimmich. That looks a good cross. Not pretty, but it gets the job done. 30 minutes gone. Well timed, excellent interception. And it's Zubimendi. That has ended up in no man's land. Chelsea upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in... Big chance! It's in! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The command has been established. That's positional gold, the utilisation of space. And the shot! Relentless! Just relentless! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. That was a given, it always was. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. A case now of complete control. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Pirlo tries to pass it through. He's being urged to shoot, and he's cut it out. Zubimendi. So, what can they make of this? Oh, no question, that's a foul. And he has shown him a yellow card. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. 2 added minutes has been indicated. Beckham receives it in a wide position. That'll be a throw. Foden. The ball is loose and the chase is on. Chance! Great football, shot and save. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. And this could be the final action of the first half. And the first half is done. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Borussia Dortmund are cruising it at half-time, 3-0 ahead. And we are back underway. Great defending, strong and determined. Some good work on the right flank here. Some resolute defending there. Ibrahimovic is hiring after that one. And it's been played through. Climbs up big! He's beaten the keeper, but hit the post. Drives it in, and one more try! And yes, it's there! Just cruising! They are cruising! Certain, searing, and imperious. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Borussia Dortmund are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And this is Nakamura. Delivers with header!
Puts it away! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. Things looking so easy, almost too easy here. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do. He's had a shot! Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Oh, he couldn't quite make it. No, he's overshot the green. Substitution on the field. Number 18, Hazard. Coming on to replace him is number 17, Kvaratskhelia. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. We've got to throw in. Saliba. Borussia Dortmund are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Shapes to shoot! Oh, taken with style! How many, just how many? The gulf in class is vast. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Oh, played through for the wide man. Borussia Dortmund perhaps one that could spell trouble. Inzaghi! It's loose now and they want to get it back. And it's Tomiyasu. Pirlo. That was a good run. The defence looked beaten there. No way through. Goes long and straight. Beckham could try cutting inside here. That's good play. Beckham. Ball driven towards the far post. Shot at goal! It's run loose. Who's going to get there? That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Floated through. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. And this is Pirlo. It's a mighty effort! They've scored! Goal! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Olise. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. Coming on the field, number 11. Now it's Kvaratskhelia. Number 22. That's a simple one for the keeper. Kukçu does well to get it back.
Oh, that's well spotted. Oh, there's a probing ball. Foden. Real chance! They've done it! The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. Here's a man adored by many, even deified by some. Tomiyasu. Saliba. Borussia Dortmund clearly now in lead preservation mode. Looking to play him in. Zubimendi. And it's Pirlo. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Oh, smashing header! And it's in! And the headlines continue to get darker and darker. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Beckham gets into a good position. Zubimendi. Pass somewhat off target. Zubimendi makes the interception. Well, that pass isn't the best. Aimed beyond the defence. Now the delivery. Big header! He scores! And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. Clinical, just clinical. Can he finish? They've got to be quick to recover. Oh, he's been caught on it here. Oh, he's there to get rid. No way through, so back it comes. Great chance! Pirlo. And here's Kvaratskhelia. And that is that. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when required so to do. There could be only one.